ようございまおはようごす。ざいます。じゃあ前回のおさらいからまずはい入りましょうか。はい、よろしくお願いします。前回本坊酒造のつぬき蒸留所のつぬき、はい。2022エディションやりました。桜井さんはつぬき蒸留所は行ったことは？ないですね。そうですか。行ったことある蒸留所とかは最近だと？最近だと三郎丸蒸留所におお、行かまさにせていただいて、今日やろうとしていたはい三郎丸ですね。じゃあ早速三郎丸ファーストやっていきましょうか。では早速今日はこちらですね。はい。シングルモルトサブロマルファーストザ・マジシャン、はい。こちらの、ウイスキーに、迫っていきたいと思うんですけども、まず蒸留所の場所、あとはどういった会社がやってるかっていうところを説明していきたいんですけども、はい。富山県のはい、砺波市にあります。実際どういうふうに行かれたんですか？僕が行った時は夜行バスで富山駅まで行きまして、はい。でそこからJR を乗り継いでお行かせていただいたんですが、結構時間かかりましたね。結構かかりました。はい。僕が行ったのはもう、1年前ぐらいかな。北陸新幹線で、はい。はい、新高岡まで行って、そこから JR に乗り換えて最寄り駅が油田ですね。油で、はい。やっぱりあれですね、もう電車の本数が少ないっていうのがそうなんですよね。1時間に1本とかで。だからあらかじめちゃんとこう時間を調べていかないと、はい、駅で1時間待ちっていうオチが待ってる、はい。実際行かれる時って予約とかしました？予約、はい、しましたね。ホームページからですね。ホームページから、はい、ホームページから予約して日にちを決めて、はい、指定した時間に行けば見学ができるということですね。はい、なるほど。蒸留所見学の中で、はい、桜井さんのなんか注目するべきところとかありました？やっぱり猫ちゃんですね。猫ちゃんです、はい、ウイスキーキャット。ウイスキーキャット、はい、途中に出てくるんですか？そうです。貯蔵庫の天井のなんていうんですか、柱のところにですね、木彫りの猫ちゃんがこうポツッと置いてあるんですよ。見学のガイドでちょこっとだけ触れるんですけど、なるほど。もともとこのウイスキーキャットっていうのがですね、スコットランドで発祥したものらしく、その酒造酒蔵に入ってくるネズミとかそういう害獣から酒を守るっていう、なるほど、なるほど、目的があるそうで、その木彫りの猫ちゃん、三四郎という名前だそうです。サブローマルにちょっと似た感じの。実際今生きてる猫ではないんですね。ではないんです。でもそういうね、スコットランドのそう風習にこう習って、ウイスキーキャットが飾られていると。そこもぜひ見学に行かれる方はチェックしていただきたいですね。すみません。蒸留所から車で40分のところにイオックスアローザっていうスキー場がありますので、ツアーみたいですね。ツアー。じゃあ会社はご存知ですか？会社、若鶴酒造さん。さすが。若鶴酒造、北陸で日本酒の製造を始めたのが最初ですね。ウイスキー免許も結構早い段階で取得しています。ウイスキー免許を取得したのが1952年で、早々にウイスキーの製造を始めるんですけども、最初はサンシャインウイスキーですね。第二次世界大戦後、経済恐慌の中で立て直しを図るために始めたのがウイスキー事業っていう歴史があります。あとこれは実は知ってる方少ないですけど、北陸コカ・コーラ、ここも実は運営しているのが若鶴酒造なんですね。そうですね。蒸留所見学に行かせていただいた時に、コカ・コーラの瓶の自動販売機があったりして、実はちょっと北陸エリアでのコカ・コーラの販売は若鶴酒造さんがこう一手に担っていると。1962年かな、北陸コカ・コーラを設立して北陸エリアのコカ・コーラの販売をされてます。そういった会社なんですけれども、三郎丸蒸留所、そもそも三郎丸っていう名前、この説明してなかったですね。ご存知ですか？はい、来ましたので。三郎丸っていうのが実は地名で、意外ですね。そうですね。砺波市にある地名なんですよね。三郎丸っていう地名で。なんかちょっと人の名前かなっていうね、そうですね、感じがありますけど、実はこれ場所だったんですね。知らない人結構多いかもしれないですね。しっかりね、この瓶の裏にも三郎丸っていうね地名が入ってますからね。三郎丸蒸留所なんですけど、サンシャインウイスキーを開始してからウイスキー作りを始めたんですけど、途中で一旦中断してですね、2016年蒸留所の改修をクラウドファンディングでの支援をいただきながら蒸留所の改修を行いました。それからですね、3年熟成のシングルモルトができるまでの間にいくつかの商品がリリースされましたので、そちらも紹介しておきます。まずはこちらのムーングローですね。こちらも三郎丸蒸留所のキーモルトを使いながら英国産のモルト原酒もブレンドして作られているブレンデッドモルトですね。あとは玉兎、こちらも三郎丸のキーモルトを使いながら英国産のモルトグレーンをブレンドしたブレンデッドウイスキーですね。あとは、面白い取り組みをしているというところだと、ファーイースト・オブ・ピート、原酒交換によって生まれたウイスキーですね。
じゃあ今日はサブロマルファーストに焦点を絞って説明していきたいと思いますので、早速じゃあテイスティングしていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあテイスティングしていきましょう。はい、こちらサブロマルファーストです。はい、ではまず香りからいきましょうか。スモーキー。そうですね、かなり、ヘビリーピーテッドですね。ピーテッド麦芽のやっぱり特徴がもう全面に出てきますね。そうですね、結構色濃くバーボンダル熟成から出てきている感じがしますね。スモーキーだけどフルーティー。そうです、結構その回していくうちに開いてくると言いますか、はい。味にいってみますか。はい、いただきます。かなりヘビリーピーテッドですね。はい、感じますね。やっぱ蒸留所見学の時にもね、はい、稲垣さんがおっしゃってましたけども、とことんピーテッドにこだわりますと。なんかやっぱりピーテッドの麦芽もスコットランドのアイラ島の産地のものと、スコットランドの産地と、2種類あるみたいで、両方をやっぱりね使用されてるみたいで、一応サブロマルファースト 48%、アルコール度数48とカスクストレングス63、2種類リリースされてましたけど、ファーストの方でもだいぶねパンチありますね。そうですね、結構その攻め打飲酒までとはいきませんけれども、やっぱりこう鼻の奥にこう突き刺すようなアルコール酒が、乳酸系のちょっと甘みとか甘みもそうです、酸味甘みで、サブロマルファーストはサブロマル蒸留所が2016年に改修工事をした後に、マッシュタン、三宅製作所の新しいマッシュタンを入れ替えた後に作られた原酒を使用しているのがサブロマルファースト、で実はマッシュタンを入れ替える前だから元々の設備で作ったサブロマルゼロ、これがサブロマルゼロ、ザ・フールですね。どういう味が違うかっていうのはちょっと興味深いですよね。そうですね、かなりこちらも一緒にテイスティングしてみましょうか。どういう違いがあるか。全然違いますね。そうですね。香りから全然違いますね。なんだろう、穏やか。そうですね。こっちの方が香りがちょっと薄いと言いますか。そうですね。だいぶ違いますね。こんな違いが出るんだ。なんだろう、ファーストがかなり進化しているというのが分かりますね。香りの出し方、香りのね開き方がもう。開き方が。味のピーテッドの感じは残りつつ、でもやっぱりその味わいの深みっていうのはファーストの方がだいぶありますね。ありますね。はい。こっちもこっちで結構好みは分かれるかなという印象はやっぱりありますね。確かに。飲み手のねお客様のお好みによりますね。でも少し時間を置いてくると香りも開いてきますね。そしてファーストに戻ると全然違う。こっちの方がすごくフルーティーで華やか。そうですね。今ちょっと驚いちゃったんですけど、全然違いますね。今サブロマルゼロファーストで、こちらが旧設備で作られたウイスキーで、こちらがマッシュタンが入れ替わった後のウイスキーですね。次に実はポットスチルが入れ替わった後の原酒を使って作られるのが多分おそらく次のリリースになってくると思うんですけど、見られました？見てきました。もうあれはね今有名になりつつある、名前は何でしたっけ？ゼモンです。オイゴ製作所とサブロマル蒸留所が共同開発したポットスチルですね。鋳物で作ったという、今までだと通常だと銅製のポットスチルっていうのが主流でしたけど、鈴を原料に使って鋳物で作ってる、多分世界でも初。そうですね。どういう原酒ができてくるかってなんか特徴とか調べました？ちょっと滑らかになるというふうには、なんか鈴っていうものがそもそもお酒をまろやかにする効果があるっていうふうに言われているんですよね。うちに確か日本酒を入れる器があるじゃないですか。あれがちょうど鈴でできてるんですよ。あれちょっといいですか？こちらに。そうですね。まさにですね、これが日本酒とかで使われる酒器なんですけども、
これもまさにですね富山県高岡で作られている農作っていうメーカーの酒器です、はい、これが、鈴でできてます。ちなみにこの特徴ってこう曲がったりするんですよね。そうですね。今ちょっとぐにゃぐにゃっといきましたね。でやっぱりこの鈴を使うことによって日本酒が注いだ後によりまろやかになるっていう効果があるらしいんですよ。それをこうウイスキーにもそうなんですよ、応用していると、はい、あと熱伝導率とかいろんなこう効果がこう作用して、これまでのポットスチルで作るよりも、どんな原酒が出来上がってくるのかっていうのが今後注目ですね。そうですね、はい、先ほど話が出ましたゼモンが実は今また別の蒸留所で導入されてるっていう話はご存知ですか？はい、飛騨高山の方で飛騨高山蒸留所船坂酒造さんが廃校になってしまった小学校をそのウイスキー蒸留所に作り変えようと、そこでまたそのゼモンのなんと新型が違うんですね、導入されるそうで、でさらにゼモンの新型でノンピーテッドの麦芽をということなので、世界初ゼモンでノンピーテッドをやるということになっているそうですね。はい、サブロマルはピーテッドだったけど、飛騨高山ではノンピーテッド、じゃあもしかするといずれ原酒交換なんかもね。それはちょっと考えてワクワクしてしまいますよね。でもその飛騨高山はもともと何を作ってるところなんですか？もともとはやっぱ日本酒を作っているところで、じゃあやっぱり酒蔵さんがどんどんウイスキー作りに移行されてるというか、チャレンジしてるっていうことなんですね。あとサブロマル蒸留所の特徴としては T&D 富山ですかね。T&D 富山って何ぞやってね皆さん思ってるんですけど、世界初のジャパニーズウイスキーボトラーズ事業、サブロマル蒸留所の稲垣さんとモルト山っていうのは富山県のウイスキーの、販売会社さんなんですけど、モルト山の下野さんの共同プロジェクトで立ち上がったのが T&T 富山、ジャパニーズウイスキーのボトラーズ事業、公表されているのが日本の蒸留所数カ所からですね樽を預かって富山県で熟成をさせて、時期が来たらそこからどんどんボトリングしてリリースしていくというプロジェクトになります。でそれぞれのボトラーズができる前の段階としてですね、最近リリースしたのがありました。ちょっとそれも紹介したいと思うんですけども、それがこちらですね、ザ・ラストピース。この辺はなんか勉強しました？この辺は一応どこの原酒が使われているのかっていうのと、あと激ムズクイズがありましたよと。そうですね、我々もクイズに挑戦し購入する権利を得てでここに2本届いたわけなんですけども、どういう蒸留所が関わっているかっていう説明をお願いしていいですか？はい、ジャパニーズエディションと、ワールドエディションとございましてですね、ジャパニーズエディションの方が5つの日本の蒸留所のモルト原酒をブレンドしたものになってます。映ヶ島、長浜、サブローマル、桜尾ともう一つがシークレットディスティラリー。どこなんでしょうね。この間ウイスキーフェスティバルで試飲をさせていただいて、稲垣さんともお話しさせていただいたんですけど、そのシークレット蒸留所の特徴はすごく出てるんで、分かる方は分かりますよというふうにおっしゃってましたけど、なかなか難しいですよね。ぜひね皆さんも実際に飲んでいただいて、そのシークレット蒸留所がどこなのかっていうのを想像しながら飲んでいただいたら面白いかなと思います。じゃあそんなサブロマルファースト、気になるお値段お伝えし忘れてました。こちらがですね、ボトル1本あたりお値段が税込み11,550円。やっぱりジャパニーズウイスキー最近の流れ1万円超えてくるという流れですね。でこちらをですねバー深海では、1杯45ミリで3,630円、あとは30ミリ少し少ない量で2,420円で、15ミリお試しサイズで1,210円でお出ししてますと。毎回同じこと説明してますけど、15ミリでのいろんな種類のねウイスキーをテイスティングして飲み比べをしていただきたいなと思いますよね。関連する商品、このラストピースもそうですし、原酒交換のウイスキーもそうですし、サブロマルのキーモルトを使ったこういった商品をですね、ぜひ飲み比べしながら味の違いを楽しんでいただけたら、よりジャパニーズウイスキーの沼にはまっていくんじゃないかなと。あとなんかサブロマル蒸留所お伝え忘れたこととかないですか？伝え忘れたことですか？大丈夫ですか？ないですね。じゃあ、次回勉強会はせっかくなんで、このラストピースを構成する蒸留所からですね、ちょっと選んでいきたいなとどちらになりますでしょうか？思うんですけど、そうなるとやっぱり桜尾ですかね。広島県の桜尾。次回はこちらのウイスキーを勉強していきましょうか。じゃあ今日は
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大丈夫でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれですね、ワイングラス結局やんなかった。やろうかなと思って忘れてました。